前回のあらすじ。研究所にやってきた白鳥はユキに超能力が戻ったと聞かされる。子供の頃使えた超能力が戻ったきっかけは白鳥だと聞かされるが、白鳥は信じない。測定器で測定するが、白鳥には何の能力も測定されなかった。ESP カードによるテストでも全てを外してしまう。ユキを明日引用修験道場に誘い、ユキのテレポートで新聞社へ帰るのだった。道場に集まったんだよね。開いた。100期の出現以後、全国的に超能力者が現れ始めました。しかし、闇の波動に侵され力の欲望に負け、超能力を悪用しています。闇の波動に地球が侵されてしまうのは時間の問題です。今朝方、引用修験道場の師範たちは、目に余る闇の超能力者を食うために九州に行かせました。ですから東京は、私とあなたたちで守ることになります。記者なんだけど。俺たちが白組の超能力者と戦うのですか？ユキさんと宮崎さんに超能力が現れたのは確かですが、戦闘的な力はありません。剣龍さん、どうやって戦うのですか？ここにいる方、全員が超能力者の波動が出ています。白鳥さんだけは違った波動ですが、いずれ分かる時が来ます。超能力調査室全員が超能力者なのですか？目黒所長の推論から見れば、白鳥さんの周りに超能力者が現れても不思議ではありません。なぜなら、100機が力の封印を解いた時、宇宙での決め事がスタートしたと思うのです。まだユキは信じてる感じ？宇宙での決め事とは、闇の波動と戦う双子神に私たちが共に行動することです。A 波動の神は100機で、B 波動の神は白鳥さんですが、白鳥さんの意識体は目覚めようとしません。白鳥さんですがってさらっとまた。私たちは B 波動の神と行動するために地球に生まれたのです。だから白鳥さんと行動する人たちは超能力者であり光の戦士なのです。私たちは白鳥さんの意識体が目覚めるまで闇の波動から白鳥さんを守らなければなりません。これは光の神の長老メビウス様の命令です。ユキは何かに乗り移られたように威厳に満ちた声色で話した。どうしたの？あら、私どうしたのかしら。こんなことって初めてです。私の知らないことを勝手に口が動いて話しているのです。参ったな。これは否定すればユキさんの頭がおかしいことになる。とりあえず B 波動の人間となって白組の超能力者から守っていただきましょうか。それでいいのか？これは深海からのメッセージがユキさんを通して私たちに伝えたのです。白鳥さんは私にとって大事な方だと信じていました。これからもそうですよ。深海。室長が B 波動の人間なら、俺も超能力者でなければならない。剣龍さん、どうすれば超能力者になれるのですか？まあなれるならなってみたいよね。今日お呼びしたのは、調査室の方が超能力者として目覚めていただくためでした。ユキさんが言った神の言葉を信じて、超能力者であることを自覚してください。剣龍さん、風間さんから超能力を見出してください。彼は剣の道を極めていますので、少々のことで根を上げないでしょう。どうぞ遠慮なくやってください。闇の波動に侵された超能力者がいる限り、室長が神でなくても俺は一緒に戦うと決めてました。多分、調査室全員も同じ気持ちと思います。もう新聞記者ってこと忘れてるよね。では、私の前に一人ずつ来てください。風間さんから始めましょうか。剣龍は風間に座禅を組ませ、心を無にするように命じた。風間は剣の道を志していたため、苦もなく無心の状態に入ることができた。剣龍の体からオーラが揺らぐ、集中した念が風間を襲った。風間は苦しみに耐え、苦悩している。その時、風間の体からオーラが燃え上がり、肉眼でもはっきりと見えた時、道場が地震のように激しく揺れた。剣龍や白鳥たちは床にひれ伏してしまった。揺れが止まった後、風間は座禅を解き剣龍を睨んでいた。剣龍さん、ありがとうございました。おかげで超能力者として自覚ができました。しかし、剣龍さんが俺の意識の中で PK で襲ってくるとは思いませんでした。あれ、もしかしてもう覚えた？宮崎さんはすでに超能力者として自覚していますから、あとは修行を重ねるだけで力が大きくなります。次の方は島田さんにしましょう。全員やる感じ？島田さん、頑張ってください。あなたには予言する力がすでに出ていますから心配しないで任せなさい。
無理です。私にはとても耐える力はありません。無理か？島田さんは超能力の封印を解くことを迷っています。あなたの意識の深層部に信号を送れば封印が解けます。島田さん、体の力を抜いて私の目を見てください。島田が剣竜の目を見つめた瞬間、催眠術を使ったのか島田は座禅を組み動きを止めた。剣竜が島田に向かって額を寄せ、念を集中させている。二人は時々うなずくように首を傾けている。風間の時と違い、笑みさえ見せている。風間さんと違って島田さんの深層部の意識体は素直で、すぐに封印の壁を覗いていただきました。島田さんの超能力は予知能力と新たにテーバシーが出ています。ゆきさん、実験してください。さりげなく素直じゃないと言われる風間。私のテレパシーと連絡が取れるのですね。島田さん、剣竜さん抜きで話しますから、私の波動に同調してください。ゆきさんの波動に同調しました。これだと天竜さんに聞かれずに話せるのですか？こんなことを言っても、天竜さんは怒りませんか？聞こえていないので、大丈夫ですよ。突然悪口言われる剣竜。島田さんの新しい超能力はテレパシーですか？剣竜さんもゆきさんもできるのですね。羨ましいです。島田さん、超能力者にしたのは私ですよ。のけ者にした罰として、テーバシー派に PK 派を乗せますよ。ははは、今のは冗談です。では、最後は山路さんの番ですね。ちょっと怖い。山路は待ちかねたように剣竜の前に進み出た。山路は覚えたくって仕方ないだろうね。山路さんは怖くないのですか？男性でも嫌がってたのに面白い方だ。さて、山路さんの超能力は特殊なタイプなので、宮崎さんの力をお借りしたいのです。よろしくお願いいたします。剣竜は宮崎に古い木箱を渡して、中のものを取り出すように言った。宮崎が取り出したものは古びた目びなのひな人形だった。剣竜はひな人形の残留波動を調べるように頼んだ。宮崎が感じたのは、女の怨念と化した武家の娘の波動だった。女は宮崎の意識体に取り付こうと襲いかかってきた。なんてものを渡してくるんだ。宮崎は悲痛な叫びを上げてもだえ苦しみ始めた。剣竜は山路を宮崎の傍らに寄せ、手のひらを宮崎に当てさせた。山路さん、宮崎さんの生体エネルギーが怨霊に抜かれています。あなたは宇宙の光のエネルギーを無限に吸収することができるのです。精神を集中させて宇宙の光を創造するのです。宇宙の光？山路は言われるまま瞑想に入った。剣竜も念を集中させ山路に送った時、道場の中は山路の体から溢れる光で埋まった。宇宙の無限エネルギーだ。光が消えた時、宮崎の顔は前より一層赤みがさしてツヤツヤとしている。回復担当ってことかな？これで俺を除いて全員超能力者になったわけだ。剣竜さん、お世話になりました。私、宇宙の光を想像できずにいたら闇に星が見えて、その光が一度に襲ってきたのです。目にするものは全て光だけで、体の中が暖かくなってきました。そうだ、宮崎さんに光を送らなければと思い、手のひらに念を集中していたら、光が宮崎さんに流れ始めました。あ、これは生体エネルギー。私の超能力だと直感できました。さて、皆さんは超能力者としての自覚もできた。あとは白鳥さんの波動を浴びて力を磨くことです。修行を積んでください。皆、超能力が芽生えたが、まだ幼い。修羅組の超能力者と戦うには、もっと修行をしなければ無理だ。これからは、仕事も修行も同時に頑張ってください。仕事しながら、修行って大変すぎる。白鳥たちの修行が続き1週間が過ぎた。1週間か、対抗できるかな？今回はここまでにしておきましょうか。みんな超能力使えるようになったけど、なんか、もう記事を書くとか忘れてそう。1週間でどこまでの力がついたんでしょうね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。